それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。推し様から見たあなたの印象、どう思っているかっていうことについて見ていきます。こちらのテーマについては以前コメントにてリクエストいただきましたものを採用させていただいています。リクエストありがとうございます。まずリクエストの内容としましては、推し様からどんな印象を持たれているのかということと、ファンとしてはどう見ているのか、恋愛対象として私は入っていますかということと、この先どんな進展が起きていくのかということでリクエストいただいています。はい、では以上について見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では失礼しました。見ていきましょう。そしてあとはですね、もうこちらにオラクルカードにて推し様から見たまずあなたの印象っていうのを出しています。今回はこのオラクルカードから見ていこうと思います。はい、こちらから出しています。まずはトランプですね。今回ラッキーナンバーとかではないので、ただこのトランプで絵柄でと、あと数字から、ピンとくるものでメッセージ受け取っています。あとはこちらはジャスパーのカードですね。あとは、ブレッシングオブラブのオラクルカードは思いやりというカードです。なんかナチュラルなイメージを持たれているんじゃないかなっていうふうに思いました。あとはこちらのカードも見ていきますね。すごくオープンな方っていうのも入ってくるし、あと心がピュアな方っていうのがある、あと遊び心があるので、まず推し様だから推し活っていうのがほぼ SNS メインになってるんじゃないかなと思うんですね。あなたの活動のその推し様に伝える方法の手段として SNS を活用されていると思うんですが、その中で遊び心を持たれているんじゃないかなと思いました。ちょっとこういう風に工夫して面白く表現してみようかなとか、コメントもちょっとこうひねったコメントしてみようかなとかね、そういう遊び心が伺えます。このカードを見ていると、そのあなたのユニークな発想っていうのが推し様のまず一番の印象として入ってきます。それでもしあなたがお顔を写真に出されていて、投稿とかに出されているのであれば、口元が魅力的だなとか、あとそうですね、お相手、その推し様と実際に会ったことあるとか、ライブとか何かこうイベントとかで顔を合わせたことあるよとかっていう方だとしたら、あなたの口元が魅力的で、そこに愛らしさとか可愛らしさを感じているっていう印象で入ってきています。明るくてお茶目っていうのも入ってきますし、あと推し様がパフォーマンスしている最中にあなたが集中して推し様のことを見てくれている、ダンスとか歌とかトークとかっていうところで、あなたがじっとこう推し様を見つめている眼差しっていうのが推し様の印象として伝わってきています。で、あとはあなたが愛情あふれる人とか、愛を形、推し活のあなたのその愛の形を何かしらの表現、形として何かの形にしてませんかっていうことで、例えば詩に書いてみたりとか、絵にしてみたり、アートにしてみたりとか、推し縫い作ってみたりとか、何かしらのこの表現として形になるもので投稿されているんじゃないかなっていうのが伝わってくるんですよね。あと写真を撮ってみたり、推しをイメージした写真だったりとか、推しのグッズを持って写真撮ったりとか、何かしらこの目に入ってくる形としてあなたが何かを作っているっていうのが入ってくるんです。表現しているっていうのが入ってくるんですね。それは文章かもしれないです。推しについてこういうふうに私は思っているんですっていうあなたの表現の方法がとてもユニークだっていうふうにお相手、推し様に伝わっているんだっていうのが伝わってくるんですね。はい、これが推し様から見た一番さん、あなたの印象っていうことです。ユニークさも持ちながら柔らかいとか優しいピュアなっていうのも入ってきます。で、このカードを、一度こちらに置いていきながら、あとは、実際に進展あるんですかっていうところで見ていこうかなと思います。で、どうですかっていうのはエンジェルアンサーカードから見ていこうかなと思うんですが、まずは全体的にそのファンとしてとか恋愛対象としてっていう風に分かれてはいくんですが、その以前の問題でカラーカードからどう見えている、どう思っている、あなたのことと推し様2人の関係性ってじゃあどういう風に
お日様から見えている感じで慣れてるのかなとか、そういうところでカラーカードでもらっていこうと思います。この後にエンジェルアンサーカード使っていきますね。お日様から見たあなたの印象とお日様です。どうしたいのかなっていうところとか、はい、あと1枚ねもらって3枚で見ていきましょう。まずお日様自身があなたに感じているっていうのがこちらのカードですね。共感能力っていうのがあって、やはり押してくれてるなとか応援してくれてる、あと自分が楽しいって思ったこと、発言したことに対してそうだよねって同調してくれたりとか、同感してくれたりとか、乗ってくれるっていうのが、ノリがいいとかね、あと自分が楽しいと思ったものを印象にシェアしてくれたりとかするような方だなっていう印象を持たれていますね。気持ちが通い合わせやすい、気持ちが通じやすい方だなっていうふうに思っている。そしてあなたから見たお日様っていうのが、あなたがこの暗闇の中にね、光を生み出してくれたような方なんだっていうふうにあなたが思ってらっしゃるということ。例えば自分がすごくどんよりと暗くて、そんな日々の中に希望というね、明かりを灯してくれた方なんだって、お日様の存在が。それぐらい自分の中に、真っ暗だった自分のね、心の中に明るさ、豊かさを、生み出してくれたような、そんなお日様だったし、そしてそのお日様が自分のこと見てくれてるんじゃないかって、うっすらとどこかこう感じてるところがあるんじゃないのかなと思いました。例えばコメントを拾ってもらったことがあるとか、それが一度だけじゃなくて何度もあって、もしかして私認知されてるんじゃないみたいな、そんな気持ちもうっすらとあなたの中で感じてるところがあるんじゃないかなと思ったんです。私のことを気にかけてくれてるんじゃないかなとか、アカウント覚えてくれてるんじゃないかなとかね、そういうところを感じ取ってるような気がしますね。そしてこちらのアンバーのカードっていうのがアドバイスカードとして出しているんですが、これから先クリエイティブな能力とか、お二人にとっての何かこう形になるようなものが目覚めていくよっていう風なカードなんですね。豊かさがこう溢れていったりとか、より一層形になるようなことがある。例えばお日様からイベントだったりとか、集まりとかライブとか、そういう催し物が発表されて、それに当選して実際近くの席で見れるとか、またはオフラインイベントで会えるだったりとか、ぐっと距離が縮まるようなことだったり、そしてあなたが先ほどここに出ていたご自身でハンドメイドされていたり、アートしていたり、こう言葉として何かこう紡いでいるものに対してお日様がそれを見て反応してくれたりとか、そういう嬉しいことが近々訪れそうな予感がします。そしてこの推し活を続けていくにあたって、あなたがより一層豊かになっていったり、新しいことに挑戦してみようって、例えば推しがダンスをする方だとしましょう。そしたらその推しに感化されて、自分も同じようにダンスやってみよう、推しが踊っているダンスを自分もやってみたっていうのをやって、そこからダンスの楽しさに目覚めたりとか、より一層レベルアップしたいからダンス教室に通おうって思ったりとか、そういうあなたの豊かさにつながるようなことを提供してくれるようなお日様なんだよってことを伝えてきてくれています。進展はありますかっていうことに対してイエスノーっていう、アンサーを出そうかなと思います。これがリクエストに沿ってるかどうか。はい、まずお日様とあなたにとって進展ってありますかっていうことに対してイエスノー、まず答えをもらっていきましょう。はい、まずこちらですね。進展、ノーっていうのが出てるので、進展、あなたの思っているようなこと、期待しているようなことに対しては進展っていうのは少し難しいんじゃないかなっていう結果になっています。今あなたが思い描いていたような進展っていうことに関しては、ちょっと今はまだ難しいかな、じゃあどうすればいいかなっていうことに切り替えて見ていきましょう。まずファンとしての進展ありますか？つながりっていうのはこれから生まれていきますかって。例えばその推し活をしている中で、推しの活動範囲内でライブだったり
あとは配信だったりとかの中でコメントを拾ってもらうとか、ファンレター読んでもらうとか、あなたの投稿を見てもらって反応いいねしてもらえるとか、何かしらその推し活の中での進展はどんなものがあるのかっていうことと、あと恋愛として見てくれているかどうかっていうことについて2つに分けてタロットを出していこうと思います。まずはファンとしてどう思ってるのとか、あとどんな感じで進展していくのかなっていうのをまず見ていくことと、あと恋愛としてはじゃあどうなのかなっていうのを出していきます。まずはファンとしてってことで出していきましょう。はい、ではもう一度シャッフルし直して恋愛対象としてで見ていきます。はい、ではこちらで見ていきましょう。まずは今まだね思い描いている結果には届かないとはアンサーの方で出てはいるんですが、ファンとしてはどう思ってくださっているのか。まず推しの歴っていうのがものすごく長いっていう感じがあまりこうイメージがね入ってこなかったっていうことで、推し始めてから長くても 1,2 年とかなんじゃないかな、もしくはこの推し様が活動を始めたばかりのような気がするんです。まだそのステージに立って間もないと言いますか、レジェンドレベルではないっていうような感じがしました。お若いっていうのイメージを受けたんですね。活動歴がまだ浅いのか、年代として若いのか、もしくはあなたが推し始めてからまだその 1,2 年とか数ヶ月、1年未満なのかもしれません。例えばファンクラブに入って本格的に推し活を始めたのがまだ1年経っていないんですとか、そのフレッシュさっていうのを感じたので、まだまだこれからファンとして認知してもらえる可能性十分に広がってるし、もっと自由にあなたらしく表現していて全然大丈夫だよっていう風に入っています。お日様もこれから認知する可能性がすごくあるので、今もね認知しているような気もするんですが、あんまりそういう片鱗ないなって感じないなっていう方だとしたら、そのままのあなたで表現し続けていけば、いずれ見つかるよって見つけてくれるよっていう風に入ってきています。あなたの個の存在としてファンの中のあなたというそのお名前アカウントっていうことで認識してもらえる可能性が十分あります。積極的にアタックというかアプローチ、表現されていて大丈夫です。お近づ続けていかれても大丈夫。常に自分の心の中に余裕を持つと言いますか、焦る必要は決してないですよって、あなたらしく自然体でもともと明るい雰囲気持ってらっしゃいますから、あなたらしく進んでいくだけで自然と見つけてもらえるし、認知して覚えて記憶してくださいますっていうのが出てきていますね。何も心配することなくて恐れることありませんよって、そのままあなたらしく推し活されてくださいっていう、そうすれば推し様も認知してくださるあなたっていう風に大切に思ってくださるっていうのが入っています。とてもねそのお日様もフレッシュさっていうのをお互い感じるので、なんでしょうね、何かに当てはまると思うんですよ。推しがデビューして間もないのか、あなたの推し始めたのがまだその歴がねまだそんなに長い時間経ってないのかなのかな、お日様の年齢が若いのかお若いのかっていうことで、先がまだまだあるからたっぷりと時間かけて一緒に楽しみたいなっていうことですね。推しの活動の範囲内で十分見込めるよっていうことで入っています。では恋愛としてはどうなのっていうところで見ていくんですが、恋愛として発展するんですかっていう風になった場合に、発展する可能性があるんじゃないかなっていう風に見ました今回ね。でもそのあなたが思っていることに対して答えとしてはノーなので、どんなことを今思い描きましたか？例えばいつまでにはこうなりたいとか、例えばね次のライブでプライベートでばったりと会いたいなとか、そういうことを考えていらっしゃったのか、もう本格的にもう恋人として
例えば自分が送ったファンレターに対して返事が返ってきて交際っていうところまで思い描いていたのか、どんな風に具体的に思い描いていたのか、そのあなたのイメージしていたことに関しては今すぐじゃなくて今はノーなんだよっていうのが出てきてるんですけど、じゃあ恋愛関係っていうところに目を向けた場合に恋愛関係はノーじゃないんじゃないかなっていうのが出てきています。時間がかかるかもしれないっていうのは出てますね。だけれども恋愛としてもそのお日様の中に恋愛対象として入るんじゃないかなと思いました。あなたのその長くずっと慕い続けている気持ちがいずれ花開くよっていう風に出てきていますね。あとはやっぱりその推し活、推し様、その表舞台に立つ方っていうことでやはりその秘密の恋愛だったりとかっていう可能性になるかなとは思います。なのである程度その外でデートできないとか表立って交際してますっていうふうに言えない、隠すっていうのがどうしても入ってはくるんですけど、でもねその恋愛関係になる可能性としては十分あって、そこをお互い理解し合ってればお日様のその活動っていうところですね。でそこに対してお互い噛み合うものがあれば、理解し合う、例えばなかなか会えないけど我慢できるかなとか、離れていて連絡もすぐ取り合えるような関係じゃないんだけど大丈夫、信じてくれるかなとか、疑問抱かないでくれるかなとか、あと例えば異性の方とお仕事上のやり取りがあったとしても大丈夫だろうかとか、その課題は多いと思います。そこを乗り越えていくだけのあなたのその意志の強さだったりとか取り組んでいく気持ちっていうのが伺えるので、だとすれば可能性がぐっと高まっていく。ただしそのやはり困難って言いますか課題っていうところでやっぱりなんていうのでしょうか、その表舞台に立つ側としてはそのあなたをある意味その幸せにしてあげられないかもしれない、満足いくようなあなたの望むようなスピードで幸せを届けられないかもしれないけどっていうところはどうしてもついてまとってくるもので、そこに対してお互いが寄り添っていけるのであれば恋愛関係として相性としてはいいんじゃないかなというふうに出てきています。はい、そのあなたの思いやりの気持ちがお日様をカバーしていくような関係性、そしてお日様があなたを引っ張ってくれているようなそんな関係性になっていくと思います。ただそれが実現化するかどうかっていうのは思い描いていた方だとしたら答えとしてはノーなので今すぐじゃないんじゃないかなっていうのは出ています。あとは思い描いていたことが恋愛関係じゃないことであなたが今思い描いていたかもしれないので、そこに関してはノーじゃないよっていうこと。恋愛関係、そうですね、何かそのじゃあ恋愛としてどうなのっていうところでラバーズのカードとかも出てるからどうなのっていう風にちょっと気になってますよね。なのでもともとエンジェルアンサーってあまり多用するべきではないので1枚だけ恋愛関係じゃどうなのっていうところで見ましょうか。恋愛ってなった場合はどうですか。はい、1枚見ていきましょう。助けに入ってくれる人がいるから周りの人の助けをもらって協力してもらって恋愛関係を進めていける、その応援してくれる人がいる、橋渡しをしてくれたりとかお日様と自分の間に入ってくれる共通の知り合いが生まれるとかね、それを自ら見つけに行くんだよっていう風にメッセージが入ってきています。全く共通の知り合いってめったにねないと思うんですよ。中にはそのお日様と知り合いなんですっていう方もいるかもしれないんですが、ほとんどの方がどうやってつながり持つのっていうところだと思うんですが、その自分で手繰り寄せていくんだよっていう、そこを集中してやってみてっていう風に自分と推しが直でつながるんじゃなくて周りから攻めていくといいますか、つながりが持てるようなところに自分が動いていく、そのつながり、横のつながりを育んでいくっていうところで、これを意識すると恋愛の可能性としては十分に発展する可能性があるよっていう風に出てきています。恋愛っていうことに関してのアンサーとしては周りの人たちの助けっていう答えが入っています。ただ今最初にあなたが思い描いていたことに関してはノーなので、それがすぐにはイエスっていうわけではないよっていう風に出てきていました。
ただお日様っていうのはやはりあなたのことを特別に思ってくださってるんじゃないかなっていうのは伝わってきています。ただしその恋愛対象として今じゃあ見ているのって言ったら、そこは今はイエスではないんじゃないかなとは思うんです。ただその大切な仲間とか大切な自分のことをね推してくれている方なんだなっていう認識はされてるみたいなんですよね。光のような存在として認識はされています。明るいイメージを持っているっていうことです。あなたが日々応援しているメッセージとか活動が届いているよっていうことは伝わってくる。それで届いていてお日様が安心してる、こんなメッセージくれて嬉しいなとか、心温まるような応援してくれてるんだなってことが伝わってくるってことで、プラスのイメージを持ってくださっています。今現在ですね。未来はもちろんもっと豊かなものになっていくんですが、今現在もすごく大切だなっていうふうに思ってくださっています。そしてお日様がじゃあなたのどういうところにもっと具体的に魅力を感じているのかなっていうふうにメッセージをもらっていくと、先ほど言ったユニークなところとか発想とか、面白いね、その考え方だけではなくて、それ以上にリアクションが面白いっていうふうに思っているっていうのが今伝わってくるので、コメントのやり取りとかだとしても発想が面白いなとか返しがうまいなとか楽しいなとか、そういうところを感じてくださっているみたいなんですね。心が和む、あなたがたとえ文字であったとしても笑っている、喜んでいるようなコメントをして、それを見て心を和むんだっていう風に入ってきます。とてもピュアな方だなっていうのが伝わっています。あなたがお日様のパフォーマンス、このお日様がどういう活動をしているかにもよるんですが、演技かもしれないし歌かもしれないんですが、このパフォーマンスしている時にあなたがしっかりと耳を傾けてるんだ、見てくれてるんだっていうのが伝わっているよっていうことをあなたに伝えてほしいっていうふうにお日様からのメッセージで入ってきています。あなたの推し活そのものがそこに愛情が込められていて、それがちゃんと届いているよってことを伝えてほしいと。そしてこんなにも自分のことを思って応援してくれてるんだってことが伝わってるからって。であなたが多分応援のメッセージとか多分それ以上のことだと思うんですよ。アートとかグッズを手作りしたりとか、何かしらの形にして表現してることっていうのが伝わっていて、そこに対してすごい感謝の気持ち持ってるってことは今現在入ってきています。でそしてちょっとだけ心に留めてほしいことっていうのが、あなたの存在っていうのがお日様にとってはエネルギーであるんだよ、心の支えなんだよっていうことを留めておいてほしいっていうメッセージで入ってきています。だからこそこれからもあなたらしくあなたのままでお日様を応援し続けていってください。そして私なんてっていうふうに思わずに、ネガティブに捉えずに自分の魅力を信じてください。それがお日様とあなたの関係をさらに深めるきっかけになっていきます。自分を信じて、そしてお日様に対する愛情を持って行動していけば、お日様との絆はさらに深まっていきます。そしてこれからの進展、ファンと推しとしての進展もそうだし、恋愛としてもそうなんですが、結論から言いますと、あなたの視点、考え方と行動に大きく左右される可能性であるということですね。イエス、ノーとかはっきりとは、確かにノーっていうカードは出ているんですけど、じゃあノーが 100% でもう全てがダメなのかって言ったらそうではなくて、可能性は秘められていて、これから未来どのように考えて行動していくかによって可能性は広がっていく、まだまだ動いていくよっていうふうに言われています。そしてお日様との進展は必ずしも分かりやすい形で現れてくるわけではない。少し分かりづらいかもしれないよっていうことは出てきています。だけれども小さな積み重ねを続けていくことによって、やがてはっきりとお日様からいいねをもらったりとか、もう決定的なことっていうのが瞬間が出てくると思うんです。コメントを拾ってもらったりとか、名前を読み上げてもらったりとか、例えばライブ会場に行ってファンさせてもらったりとか、もう確実に自分にっていう風に分かるような形でサインが送られてくる時がやってくるので、小さな積み重ねをずっと続けてみてくださいと。最初は反応がすぐ返ってこないから、なんだ自分なんてダメなんだっていう風にすぐに諦めてしまわずに、粘り強くそこは取り組み続けていけば可能性は広がっていくっていうのがカードからのメッセージで入ってきています。
その積み重ねを行っていけばいくほど、お日様がそのあなたの応援を受け取りやすくなり、そしてだんだんと特別に感じてくれるようになっていきます。はい、そのあなたが支えていく力がちゃんと届いていくっていうことですね。そしてこの推し活を続けていけばいくほど、あなた自身が自分らしくポジティブに変化していくことにつながっていきます。より豊かさっていうところにたどり着いていくんですね。今まで真っ暗だった気持ちとか、そこに対して光を与えてくれるようなお日様で、あなた自身が自分に自信が持てるようになっていきます。そうなるとどうなるのかって言ったら、言動にそれが現れていくんですね。前向きな発言とか行動とかに起こしやすくなっていくんです。決して曲がった方にはいかないよっていう風に言われてるんですね。それがお日様との関係を進展させるために必要な可能性の一つです。自分自身を大切にしてポジティブなエネルギーを広げていきましょう。嫉妬とか周りのことを気にするとか、推しが答えてくれないとか、すぐ結果を求めるとか、そういうところではなく、長い目を見て安全に健全に推してくださいねっていうのが入ってきていました。そしていずれお日様との絆は深まるんだっていうのを信じて、そうすれば自然と物事は流れていきます。自分自身を信じてください。可能性はこれから広がっていくので、自分の可能性を信じてくださいねって言われていました。で、ノーっていう風に出ていたから、ちょっとがっかりだなとか、そうなんだっていう風に自分が思い描いた通りにはいかないのかなって、絶対違うのかなっていう風に思ってしまったかもしれないんですが、今はそうなのであって、じゃあ未来はっていう風になった場合は、それらのカードがネガティブなカードじゃなかったんですよね。可能性は全然広がっていくんだよっていう風にカードも出ているので、自分自身を信じてくださいねっていう風に出ています。あとはどう捉えるのかによって変わるんだよっていうことでした。あとはお選びいただいたオラクルカードです。はい、こちら揺るがない信念っていうカードです。時間に縛られないで流れに身を任せてください。そうすれば本当の自分や本当の気持ちを感じることができるでしょうっていうメッセージのカードです。選択肢からのメッセージです。推し活をしている中でこのままでいいのかなと不安に感じたり、もっと何かできるはずと焦りを感じることはないでしょうか。宇宙の法則には揺るぎない信念というものがあります。これは自分の願いを心から信じ、諦めずに持ち続けることで、それが現実になるという考え方です。例えばあなたがお日様に向ける思い、その時間やエネルギーが無駄に感じる時間があったとしても、信じてほしいのです。その愛情は必ずどこかで自分自身にプラスの形になって帰ってくるということを。いつか推しに会える日が来るだろうか、応援していることがちゃんと届いているだろうかと、どうしてもいつとかどうやってとかっていうところに目を向けてしまいがちになってしまうんですが、でもそこに縛られすぎてしまうと、自分の本当の喜びや楽しさが見えにくくなってしまいます。未来の結果ばかりを追い求めていくのではなくて、今この瞬間の喜びや推し活の楽しさに意識を今向けてみましょう。そうすれば未来は変わっていきます。あなたの願いを叶える近道としては、喜びの波動を高めていくことです。日常の中で自分の中にある小さな幸せの芽を育んでみてください。例えば朝ごはんを食べている最中でも目を閉じて推しの笑顔を思い浮かべてみるとか、そしたら朝から幸せなスタートを切っていけますよね。あとは推しの音楽を聴いたりとか、推しが出演しているドラマを見たりとかして、その推しを感じていくこと、楽しいエネルギーを体全体で感じてみてください。そして推しの姿を想像したら、ありがとうって心の中で伝える。そうした習慣を身につけることで、自然と前向きなエネルギーを取り込むことができるようになっていき、そして自然と感謝の気持ちを表しやすくなっていきます。そうすると引き寄せの法則って言って、あなたに喜び事が舞い込んでくるようになるっていうような法則があるんですね。ぜひそれを実践してみてください。推し活というのは推しを応援するだけではないんですよね。あなた自身が輝く旅でもあるんだと。推し活を通じ自分自身を輝かせる時なんだと。そういうふうに一番さんは出てきています。このお日様があなたを輝かせる存在としていらっしゃるんだな、出会ったんだなっていうふうに思いました。なのであなたが
推し活を続けることによって自分の心を満たすだけではなくて、自分の人生がより豊かになる、スキルを身につけたりとか資格を取得することにつながるのかもしれないです。そうなんだっていうふうに思って長い時間かけて取り組んでみてください。いつか形となって帰ってくる、結果となって届くものがあると思います。以上が今回推し活についてのリーディング結果となりました。推し様から見たあなたの印象、それは、ファンと推しとの関係性でどう変わっていくのかとか、じゃあ恋愛対象としてはどう見てるのかとか、そういうところにも限定的に焦点を当てて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回は推し活シリーズです。推し様から見たあなたの印象、どう思っているのかっていうことについて見ていきます。で、今回はですね、以前コメントにてリクエストいただいていました。そちらを採用させていただきます。まず推し様から見たあなたの印象なんですが、ファンとしてどう見ているのか、恋愛対象としてはどう見ているのか、進展はあるのかっていうことについて見ていこうと思います。よろしくお願いします。そしてリクエストありがとうございました。はい、では見ていきましょう。まず推し様から見たあなたの全体的な印象っていうの、今現在持たれている印象っていうのをもうこちらのオラクルカードで出していますので、早速見ていきましょう。はい、こちらは庭師、綺麗なお庭を作ってくださる、豊かなお庭を彩ってくれるっていうようなカードですね。あとすごくロマンチックなカード、ビジョンっていうスターゲイザーっていう猫の名前のカードですね。とてもロマンチック、キラキラしてるなっていうイメージで入ってきます。あとはですね、アバンダンス、進展するっていう、もう進展しますかっていうのをテーマで聞いてるんですが、進展するっていうのが入ってきています。それがどういう意味なのかっていうのは後からまた深掘りしていくんですが、今回印象としてなので、仲良くなれそうだなとか興味があるなっていうところなんじゃないかなって思います。で、今回こちらトランプカードは、数字は取っていかないんですが、このカードから感じ取ったものっていうのをお伝えしていきます。まず13番のねカードが入っているっていうことで、こちらから見ていきますね。ネット越しっていうのが伝わってきます。対面するっていうよりは画面とかネットを通じてよく見ているっていう印象を強く受けたので、どちらかというと画面で応援しているっていうようなのが割合がすごく多いんじゃないかなって思いました。あとお日様がその画面からあんまり出てこない方っていうのを感じたので、露出が少ない方なのか、あとはですね、頻繁にそのライブしたりとかはしなくて、あと舞台挨拶とかもあんまりしない方で、作品だけに出たりとか、例えば曲だけ出したりとか、メディアにはあんまり出ないとか、雑誌には出ないとかっていうタイプなのかもしれない。何か画面越しの人みたいなのが強く入ってきました。で、あなたのことをやはり同じ画面越しから自分のことを強く応援してくれさってるんだなっていうのは伝わってきてるよってこと。そしてあなた自身に対する印象としては、やっぱり可愛らしいお顔立ち、または可愛らしさっていうのが一番最初に伝わってくるんですね。ふんわりとしてるなとか、柔らかいなとか、あと夢を持っている方だなっていうのが入ってきてるので、あなたが夢について語ったのかもしれない。例えば推し活をしていって自分でSNS とかで、私は将来こういう風な職業に就きたいとか、例えばファンアートを描いていて、将来はイラストで自分が職業イラストレーターとしてなっていきたいんだとか、小説家になっていきたいんだとか、推しからインスパイア受けたものに対して自分はこうしていきたいんだとか、何か夢を馳せたことを発信しているのかもしれない。それを受け取っているよ、キャッチしているよっていう風に入ってきています。
もし対面したことがあるとか、あなたのお顔を見たことがあるっていうお日様だとしたら、柔らかい印象っていうのを持たれています。色合いが柔らかいのか、柔らかそうなお肌をしてるなとか、服装がこうふわっとした感じなのかもしれません。柔らかいっていうのが入ってきます。あとあなたが何かを、食べ物ですね、食べ物っていうのが入ってくるので、作っていたり食べていたり、または飲食飲んでいたりとか、みんなで集まって同じこの推し仲間と集まって食べたり飲んだりしてるよってところをアップしてるのかもしれないし、なんかあなたが推しと一緒に、例えばその推しのグッズを持ってカフェとかに行って写真撮ったりとかっていうような印象が入ってくるので、食べ物に関連してるっていうのが入ってきます。飲食、飲み物とか食べ物とかフード系ですねに関わるような、のがパッと入ってくるので、なんかそのあなたが食べている写真を投稿しているのか、推しに関わるようなレシピを開発していますとか、食べに行って推しのグッズと一緒に写真撮ったりとかしているような、そういうイメージ。そして甘い香りっていうのも入ってくるので、例えば推しが香水を発売していたり、自分で発案した香水を発売してるんだったら、それ買ってそれを SNS に投稿していたりとか、推しが身につけている香水を同じもの買いましたっていう風に自分も発信していたりとか、あとあなた自身が香りに詳しいのかもしれません。香水に詳しいとか、私はその香りが好きでこういうことやってますとか、そういうことを大々的にアピールしてるのかもしれない。香り、甘い香りがしてふんわりとしてるなっていうのがすごく入ってくること。そしてあとはですね、ちょっとこれ面白いんですが、お昼寝する時とか夜寝る時とかに自分のことを応援してくれるな、なんかこうお布団の中で応援してくれるなっていうのをお日様が感じてるんですよ。そういう時間帯に応援されてる。例えば自分が寝る時に推しの配信つけて寝ようかなとか、寝る前にリラックスするために推しの音楽聴こうかなとか、あと夜推しのドラマを見て、録画してるドラマを見てから寝ようかなとか、寝る前とかお昼寝の前にとか、そういうので入ってくるんですね。だと思いました。であとはですね、まずあなたが普段どのように応援しているのかっていうのはお日様はちゃんと見ています。手作りのファンアートとかプレゼントですね、それらがお日様に届いていること、あなたの時間や心が込められた宝物だと思うんですよね。それらっていうのが時間もすべて、推している時間もすべて、たとえネット越しに応援してくれてるだとしても、あなたのコメントやいいねっていうのはお日様にとって大きな力になっています。理想を持っているロマンチックな方で純粋な心を持つ人、お日様はそんな風にあなたのことを感じています。あなたの可愛らしいお顔立ちとか優しい心遣いというのが画面越しでもしっかりと伝わっているようなんですね。あなたのそのふんわりとした柔らかい存在っていうのもお日様にとっては癒しとして映っているみたいなんです。自然体で楽しんでいる瞬間っていうのも印象的ですし、ありのままの自分をそのままこう映しているようにも見えるし、あなたにとってはありのままなんですが、でも周りの人から見たらそのアーティストチックに見えるんですよね。あなたが何気ない一枚っていう風にカシャって撮った写真ですらもアート性を感じる、センスの良い感じっていうのが伝わってくるんですね。なんてことない一言がすごく心に響くとか、そういうタイプなんだと思います。またあなたが寝る前にお日様のことを考えて眠っていたりとか、推しのグッズを身につけてベッドに入っていたりとか、寝る前に推しのことを考えて強く考えているのかもしれません。だからこの寝る前っていうのが入ってきたのかもしれませんね。寝る前に強く思っているんだっていうのが入ってきました。お日様から見たあなたっていうのは星を見上げるようなロマンチックな方っていう風に入ってくるんですよね。星が好きとかプラネタリウムが好きとか、そういう趣味を持たれているんじゃないかなと思ったんです。そしてこんな自分じゃダメかなって不安に思うことは全然ないよっていう風にお日様からのメッセージで入っています。あなたがこの夢見る気持ちとか夢見る自分とか、
あと理想を掲げることっていうのは全然恥ずかしいこととかじゃなくて素晴らしいことなんだよってお日様は言ってくれているので、ぜひそれを自信につなげてほしいと。もっともっと心を自由にしてみてっていう風に、そうすれば何かあなたの中でもう一つ形になるようなものが生まれてくるんじゃないかなっていう、そういうお日様のメッセージが入っていました。はい、これがそのお日様から見たあなたの印象として入ってきています。なんか今思い描いてるだけじゃなくて形にする時だよっていう風に入ってくるんですね。あなたが今目標としているものとか、それがそのアート性のあるものっていう風に感じるんですが、そうではなくてもう少し現実的なことかもしれません。例えば資格取得だったりとか、もう少し自分の中でレベルアップしてみようかなって思っていることを実現していくタイミングなんだよっていう風にも入ってきます。ではここでカラーカードを使ってもう少し深掘りして、お日様からどんな風に見えているのか、またあなたから見たお日様ってじゃあどういう存在なのかなっていうところももう少し見ていこうと思います。はい、この3枚で見ていきます。まずお日様から見たあなたっていうのが素晴らしいチェリーのカード、素晴らしい人生を生きるっていうことで、あなたのその生き方とか、もしご自身で不安とか自信ないような生き方してきたよとか、過去にいっぱい失敗したんだよっていうこともちろんあると思うんですが、だけどそのあなたのその生き方っていうのが素晴らしいっていうふうにお日様から見えていること、そして個の存在として認識しているよってことは伝わってきます。だからぜひどうか自分の個性としてそれを捉えてほしいと。今までどんな選択をしてどんな風に生きてきたのかっていうのは決して後悔することないよっていうことで、あなたの人生を全力で応援しているって、あなたが自分のことを応援してきてくれてるから、自分もあなたのことを応援したいんだっていう風にお日様からそう見えてるよ、そういう印象を持ってるよ、そう思ってるよっていう風に伝わってきます。でそして逆にあなたから見たお日様っていうのはラベンダーですね。体と心と魂をつなげてくれる存在だと。お日様を見てるとまず一番に癒されるんじゃないかなってことで、ラベンダーっていうのはリラックスできる香りですよね。だから癒し系のお日様とか癒しをもらっているとか、あとやっぱり安眠効果があるから寝る前、お休み前にお日様のこと考えるとよく眠れますとか、お日様推し活を始めてから体調整いましたとか、心のバランスが良くなりましたっていう方が多いんじゃないかなと思うんですね。落ち着く存在っていう風に入ってきます。お日様があなたにとって自分のそうですね、バランスを整えてくれる存在なんだと、お薬のようなね存在なんじゃないかなっていうふうに思いました。そしてこれから先のアドバイスカードメッセージとしてパールっていうのが入ってきて、ここもねつながるっていう風に入ってきてるんですね。ワードとして神聖なものとつながっていく、あなたの本当の心の内面の輝き、神聖なる輝きと光と光がつながっていく、お日様の中の光がつながっていくような形で、もっと際立っていくものが出てくるんじゃないかなっていう風に感じました。では、エンジェルアンサーカードで答えを出していこうと思います。進展はありますかっていうことに対してイエスオアノーなので、ここでエンジェルアンサーカードで出していこうと思います。1枚出していきます。進展はありますか？ちょっと大きい意味で捉えてください。進展はありますか？イエスですね。イエスのカードが出ました。進展ありますよ。進展するっていうカードも出てますもんね。進展するっていう風に、出ました。ということで、早速、見ていきましょう。ではタロットカードを使ってまずそのファンとしての進展はあるのかとか、ファンとしてどう見てくれてるのかっていうところと、あと、その他に恋愛対象としてじゃあどうなのっていうところで2つに分けて見ていきます。
はい、それでは見ていきます。答えはイエス、進展があるでしょうっていうことで、じゃあ、今の推し活の中でっていうところで見ていくと、この上の4枚ですね、すごく良い結果なんじゃないかなと思いました。その推し様からのこちら、ワンドの8が出てるので、急速急展開とか急な発表とかがあるかもしれません。例えば突然発表っていう形でライブ決まりましたとか、出演が決まりましたとか、嬉しいお知らせが舞い込んでくると思います。これはこのファンとしてとの関係なので、もう全体的なこの推し様の活動範囲内で活発化していくんじゃないかなっていうことと、あとそれに伴ってあなたも移動する、例えばライブ会場に足を運ぼうとか、よりアクティブになるよっていうのが入ってきています。ここはとても活性化されていく、情熱的にもっともっと動きが出てくるよっていう風に入ってくるので、あなたが行きたいと思ったらもうどんどん申し込んで、行くための準備もしておこうって、また行けるよ、当選するよとか、そういうことも言われてるので、積極的に動いていってもいいよっていうふうに言われています。で、一つ注意ポイント、これからの推しとして関係性を築いていくのであれば、その SNS での投稿には注意してくださいっていうメッセージが届いています。SNS 上でのその推し活のマナーといいますか、どうでしょう、その推し様が嫌がるようなことは避けるとか、あとまたそういうね、例えばアンチみたいな集まりとかからは自分は身を引くとか、あまり関わらないようにするとか、そういう誹謗中傷系のようなことには関わらないみたいな。あと自分がSNS で発信していくにしても、ネガティブな発言よりだったら、そうじゃない発言の方がお日様に良い感じで届くと思うので、そこの SNS の取り扱い方は注意が必要かなと思います。またあなたがそういうお気持ちじゃなかったとしても、周りから害されてくるものっていうのもあると思うので、その時に SNS の扱い方だけは注意が必要だなっていうふうに出てきています。そこを押さえていってくださいと。あとはあなたの温かいお気持ちとか、お日様からのお気持ち、お互いが分かり合えるような、通じ合えるような瞬間っていうのがやってくるので、嬉しいことがこれから訪れるんじゃないかなと思います。もっと嬉しいことですね。お互いの気持ちが優しさで満ち溢れるような、そんな未来が待ってるんじゃないかなと思います。推し活すごく良い流れっていう風に見てください。はい、では恋愛として発展するんですかっていうところで見ていくと、そうですね、押さえておくポイントっていうのはやっぱりあるんですけど、ここもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。あなたの支えによってお日様がすごく潤うとか、あなた自身ももちろん潤うんですが、お互いが愛で満たし合えるような関係性、相性なんだよっていうのが出てきています。あなたが愛情を注げば注ぐほどお日様が成長したりとか、ぐんと伸びたりとか、それが仕事に生かされたりとか、お日様の人生をより豊かにする、まさにあなたはこの庭師のように豊かな庭を作り上げるようなエネルギーを持っているんだっていうのが伝わってきます。あなたが耕かせば耕かすほどとか、あなたがどんな種を植えればとか、そのあなたの彩りによってお日様がより豊かに花を開いていけるんだっていう、土壌のような存在、土壌作りをするようなあなたの存在と、豊かな愛情という水をあなたが注いでくれるから、自分は咲き誇ることができるんですよみたいなことで入ってきています。丁寧に丁寧にそれをお日様に届けていくあなたと、それを受け取っていくお日様っていうような相性、恋愛としても十分に相性がいいと思います。ただしそのお日様の活動としてだと思うんですけど、ハーミットのカードが出てるので、やっぱり一人ぼっちになる時間が多いとか、なかなか会えないとか、自分の中にこもってしまってっていうような時間、お家の中でも一人だったりとか、そうですね、お日様が職場、作業場とかね、アトリエとかに行かなきゃいけないとかって言って数日間家を空けてしまうとか、連絡がつかないとか、そうですね、気にかかってしまうなっていうふうに煮詰まってしまう、自分自身が煮詰まってしまったりとか、お日様自身が恋愛関係になった時に
お互いね一人の時間を味わった時に、その時にやっぱり不安な気持ち出てきやすいよね、どうそれを乗り越えていこうかっていうところがやっぱりポイントとして入ってくる。それがやっぱりこのお日様の活動上どうしてもそれは生じてしまって、かなり大きなこととして感じやすいんじゃないかなっていうところはあります。それが一つポイントとして入ってくるんですが、そうですね。でもお互いの相性がすごくやっぱり良いので、恋愛関係として発展する可能性も十分あるよっていう風に出てきています。でジャンピングがカップの3番なので、やっぱり喜びですよね。明るい気持ちでいてくださいって、心通い合わせることっていうのがお互いがすごく一番優先的に考えていることで、同じ気持ちでいられることが一番お二人の中で大切にしてることなんじゃない、そこが共有してるもの、共有というか共通してるものなんじゃないかなと思いました。愛が一番大事とか、愛することが一番大事とか、愛するものを、愛しいと思うことが大事とか、一対一で向き合ってとか、そういうことをお互い大事にしてるんじゃないかなと思ったんですね。それは恋愛に関することです。推し活ではなくて恋愛関係になっていくときに、やっぱりそのお互いが思い合って信じ合う気持ちとか、一緒にいて楽しいって思えることが一番お互いがね大事にしたいなと思っていることで、争いとか喧嘩とかはしたくない。ただしやっぱりお日様の活動的には異性と絡むようなこと、関わるようなことも出てくるだろうし、やっぱり不安だなって思うようなことも出てくると思います。やっぱりそういう人がたくさんファンの方がね他にもたくさんギュッと集まってくる中で、いかにその自分の心を安定させられるかっていうのがやっぱり恋愛関係になっていく上でのポイントとしては入ってきていますね。ただその相性としてはものすごく良くて、可能性としてもやっぱりイエスっていうカードも出てるし、このカードの並びとしてもやはり良いものになるんじゃないかなと思いました。進展することっていうことに対してのお話としましては、恋愛関係においては急速な進展ではなくて、ゆっくりとゆっくりとっていう風なイメージですね。ただそのファンと推しのこの推しの活動範囲内では急展開っていうカードが出てるので、急激に例えばライブに当選して来月行けるんですとか、無理だと思っていたんだけど空席ができていけることになりましたとか、そういうことがある可能性がありますね。なので推しとファンとしての関係性ではやり取りが活発化されていくんじゃないかなとも思います。あとはこちらのカードですね。このカードからのメッセージは、推しと進展していくことっていうのが段階的に育まれていく可能性を示唆しています。あなたの努力や献身さが推し様との関係における土台となるエネルギーとなる。それは日々の応援やメッセージ、交流がお相手に届いていくということです。そしてあなたの存在がお日様にとっての安心感やモチベーションとして認識され始めていきます。ますます認知度が高まっていきます。イベントや SNS で反応をもらう形でそれが現れるかもしれないですし、関係性が一方通行のように感じたとしても、必ずこのお日様に届いている。表立ってあなただけを特別扱いするわけにはいかないような立場だと思いますので、なかなか本当に届いてるのかなっていうふうに思いがちになってしまうんですが、ちゃんと届いてるよっていうふうに出てきていますので安心してください。そして種まきのように少しずつゆっくりと広げていって彩りをつけていってくださいっていうメッセージですね。信じてやっていきましょうって、必ず伝わっているんだよっていうこと。そしてあなたが豊かな愛情という水を持っているから、それを注ぎ込んでいってくださいっていうことですね。純粋に注ぎ込んでいってくださいっていう風に入ってきていました。確実に育っていきますから、確実に進展していきますからと。そして進展を楽しむ心を持ってください。この庭師のように、いずれやがて豊かな庭になるんだ、豊かな花がたくさん花が咲いてって、自分がそれを手入れしていくんだ、時間をかけてゆっくりとやっていくんだっていう、そういうね余裕を持っていきましょうって。進展することイコールゴールではなくて、過程そのもの、育んでいる最中のことを楽しむ気持ちを持ってくださいっていうメッセージも入ってきていました。そうすればいずれ大きな花、大きな豊かさにつながっていきますと出てきていました。はい、では
こちらのメッセージをいただいていきながら、あとお選びいただいた選択肢からメッセージをもらっていきましょう。嬉しいですね。イエスって出て。こちらのカード、インナーチャイルドっていうカードですね。自分の心の内面とか、心の中の自分っていうところですね。私たちの心の中には今の経験や日々の苦労に影響される前の本当の自分が存在しています。それがインナーチャイルド。で、それは条件や他人の目を気にしないで、ただ自由に笑って遊んで好奇心いっぱいで世界を楽しんでいた子供の頃の自分です。このインナーチャイルドはどんな時でもあなたの心の中にいて、あなたにこう伝えているかもしれません。もっと自由になっていいよ。そのままで十分だよ。と。推し活をしていると夢中になることで癒されたり元気をもらったりしますよね。それは推しからあなたの中のインナーチャイルドが微笑みかけているからかもしれません。推しのライブやコンテンツにワクワクする気持ち、グッズを手に取った時の高揚感、これらは子供の頃好きなキャラクターや本を手にした時のワクワク感に似ているのではないでしょうか。その瞬間、あなたの中の小さな自分が楽しいっていう風に叫んでるんです。ではどうすればこの自分の中のインナーチャイルドとより深くつながることができるのか。まず好きだった遊びを再現すること、昔好きだったハマっていたこと、子供の頃がいいんですが、子供の頃じゃなくてもう少し大人になってからでもいいです。10代とかもっと若い時、大学生の頃とかの時に好きだったものを掘り起こして、懐かしいなと思うもの、昔これハマってたんだよなってものを掘り起こしてもう一度やってみる。昔ハマっていた本をもう一度読んでみるとか、子供の時塗り絵が好きだったから塗り絵もう一回やってみようかなって、そういうことです。掘り起こしてやってみましょう。またその他には推しグッズを飾るっていうのもまた宝物を集めるような感覚で、あなたにとってはすごく充実感を得られると思います。飾ることが多分好きな方だと思うんですね。なのでグッズを集めるのも多分好きだと思うんです。それを大切にあなたはされていると思うので、このグッズに囲まれてすごく楽しい気持ち、満足だとか満たされるっていうことになってると思うんですね。それを大切にしてくださいって。それがイコールありのままの自分なんですよって、楽しいって思ってる、ワクワクしてる自分がインナーチャイルド、ありのままのあなたですよっていうことです。そのあなたの中のインナーチャイルドを抱きしめて、もう自由にワクワク楽しく、させましょうっていう風にこのカードからのメッセージが入っています。楽しむことはすごく素晴らしいことなんだよっていう風にもう一度再認識して、そして推し活を続けて大切にしてくださいっていう風に出てきていました。なんかそれがあなたの中の心の癒しにつながっているって、まさに推し様が癒しの存在ですからね。推し活していること、推し様を見ていること、推し様に触れていることイコール自分の癒しになっているんだと思います。それが癒されることがやがてあなたの輝き、もっと際立った輝きへと結びついていきますので、ぜひその推し様からもらっているエネルギーを自分の心の中で循環させてください。以上が、推し様からのメッセージやカードたちからのメッセージでした。今回は推し活シリーズということで、推し様から見たあなたの印象やこれから先の進展について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。今回は、以前コメントにてリクエストいただいていたものを採用させていただきました。ありがとうございます。推し様から見たあなたの印象、どう思っていますかっていうことで、まずファンとしてはどう見ているのか、また恋愛対象としてはどう見ているのか、進展はあるのかっていうことをリクエストいただいていました。こちらについて今回見ていこうと思います。よろしくお願いします。では、まずは推し様から見たあなたの全体的な印象ということでオラクルカードを出させていただいています。まずはこちらを見ていきましょう。こちらはですね、ミシュチン戦士のカードですね。ウォリアー、はい。
でトランプは今回、アリスのカードを使ってるんですが、番号は採用していきません。こちらから感じ取ったものっていうのを、見ていきます。トランプと、あとブレッシングオブラブのオラクルカードからは出会いっていう、カードが入っているんですね。あとはこちらのカードがセクシャルフリーダムということで、解放感とかですね、本当の喜びとか触れ合うことの楽しさとか触れ合いっていうことを表してるんじゃないかなと思いました。解放感とか喜びとかそういうことも表してますね。ここから、お日様が感じるあなたの印象っていうのを見ていこうと思います。まず落ち着いているなっていう印象が入ってきますね。心に余裕があるんでしょうか。あとは見た目としては知的でクールとかっていう印象があると思います。文章を組み立てるのが上手とか、発信力があるとかっていう風にも見て取れますし、外見を実際見ている方であれば知的な方とか、あとお洋服とかもパキッとしたお洋服を着てたりとか、割と体にフィットするようなお洋服を着ていたりとかするのかもしれません。あとは髪の毛がストレートだったりとか、ふんわりしているっていうよりはストレートっていう感じがしました。知的でクールだけれども、中身と外見のギャップがあるっていう風に感じるよっていう風に入ってくるので、見た目が、知的でクールなのか中身がそうなのかっていう感じですね。見た目がふんわりしてる方だったら割とその中身が芯が通っていてはっきりと物を言うタイプなのかもしれない、ストレートなタイプなのかもしれないし、逆に外見がストレート、髪の毛がストレートとかパキッとしたお洋服着ていてクールな印象を持たれるんだけど、中身としては可愛いもの大好きとか、推し見てキャーって言ったりとか、もう可愛らしいっていう風なイメージを持たれてる、なんかギャップっていうのを感じました。あとはもう会話上手だし、異性として魅力を感じてるよっていう風にここで入ってきています。はい、恋愛対象として入っている可能性も高いかもしれません。お日様にとってあなたの存在っていうのは目を引く個性と内面っていうところに対してとても魅力的に感じているということですね。あなたのどこか余裕を感じさせるような雰囲気にお日様が惹かれているようなんです。何事にも冷静に対処するような姿勢かもしれません。または焦らずに自分のペースを守り続けるような、そんな姿勢かもしれません。お日様はあなたの姿に安心感を感じているんだと思います。またあなたのその内面かもしれないんですが、知性やクールさっていうのがお日様の中で特別な存在感として映っています。そしてやっぱり柔らかさや優しさっていうのも同時に持ち合わせているので、それがお日様の心をくすぐっているようです。どんなファッションだったとしても、あなたは身だしなみに気を使ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに伝わってきます。ふんわりした格好だったとしても、パキッとした格好だったとしても、気を使ってるっていうのが伝わってきていますし、それが素敵だなっていうふうにお日様から見えています。でもし自分の外見をお日様に見せたことがないよっていう方だとしたら、多分内面の方でイメージが伝わっているんじゃないかなと思いました。そしてやっぱりギャップに惹かれてるっていうのがあるので、あれこの子って話し上手でしっかりコメント返してくれるのに、時々面白いこと言うなとか可愛いこと思ってるんだなとか、そういうギャップっていうところに惹かれてるみたいですね。そしてあなたはやっぱり自分の意思をしっかりと持っているっていうところがあるんだと思うんですよ。それを表現してるかどうかは別として、自分の心の芯はしっかりしてるよって、こう決めたらこうなんだよっていうところがちゃんとあるんじゃないかなって思うんです。だからそれが外見に出てるとか持ち物とか何かしらの形で現れてるんじゃないかなって思うんですね。口調がしっかりしてるだけじゃなくて、そっち方面ではなくて、態度として私はここにしっかりいますよって、推し活してる、推しをね応援してるんですよっていう風な態度として見せてるのかもしれないし、しっかりと地に足をつけて応援してるとか、何かしらの形で自分の意思っていうのを示しているように感じるんですよね。たとえそれがあなたが小柄な方であっても、背の高い方であったとしても、外見関係なく自分の心はこうなんだよっていう風に常に出しているように思いました。そしてお日様からのメッセージっていうのは、そのままのあなたが素敵だから無理に変わろうとしなくてもいいから笑顔でいてねっていう風にメッセージが今伝わってくるんですね。
ということは、あなたが今無理をして何かを頑張っているとか疲れているような印象をお日様が受けているのかもしれない。そのままのあなたが一番素敵だからっていう風に、不安な気持ちをどうか取り除いてねっていう風にメッセージが入ってきています。自分を信じて、自分は強いんだって、負けないんだって、何かになんか苦しめられているような感じもするので、そうじゃないんだって、自分は絶対大丈夫なんだっていう風に信じてねっていうメッセージが入ってきているので、そのあたりについてもう少し深掘りして見ていこうと思うんですね。お日様から見たあなたの印象を、そしてお気持ちっていうところでカラーカードを使って見ていきます。3枚カード出していきます。はい、こちらで見ていきましょう。お日様から見たあなたの印象がまずピンクです。はい、ここもピンクだったのでね、やっぱり可愛らしいとか愛らしい、あなたの性別問わずにね、愛おしいとか、あなたを見ていてこう心がねくすぐられるっていうのが入ってくるんですね。たとえあなたがどんな発言をしているとか、どんな見た目をしているとか、いや私はこういう要素があって可愛らしい要素ないんですよって自分で思っていたとしても、お日様からはそのように見られているよっていうことですね。とても愛情豊かな方だし、優しい人っていうのがすごく伝わってきますね。新鮮さもすごく感じる。そして逆にあなたから見たお日様っていうのは、心、体、魂を鎮めるような方なんだよって、とても静かな方だし、深みのある方だと思うんですね。いろんなことを経験されているお日様だと思いますし、だからといってそれを表に出すようなことをせずに、奥ゆかしさがあって、静かに、言葉数も多くないと思います。静かに優しく包み込んでくれるような、ファンの方にもあまり口数多くないというか、ああしてほしい、こうしてほしいとかは言わずに、見守っていくようなスタイルをとっている方かもしれない。寛容な方、博愛主義とか、そういうことを感じます。そして可愛らしいあなたを見てニコニコしていたりとか、口には出さないんだけど心の中ですごく満たされているよっていうことを感じていたりとか、あとはこのお日様を見ていると、あなたの心がクリアになるんじゃないかなと思うんですよね。悩み事から抜け出せる。もやもやしていたんだけど、お日様のこの活動を見ていたらすっきりしたとか、なんで悩んでいたんだろうとか、お日様のこのインタビューとかを見ていたら感銘を受けて、そういう考え方もあるんだねって、私は今までこういうこと失敗してきたことにとらわれてきたけど、いやそうじゃなくてもいいんだなっていう風な気づきをもらえるような存在だったりとか、あなたにとっては自然体でいてもいいんだって、何か気づきをくれるような存在なんじゃないかなっていうふうに思いました。お二人の相性いいんじゃないかなっていうふうにも思います、このカラーカードを見ていて。そしてこちらがアドバイスカードで3枚目引いているんですけど、成功を引き寄せるっていう黄色のカード、赤色のカードが出てきていて、これから何か成功が待っているよっていうようなメッセージが今ストレートに伝わってくるので、近々いいことあるんじゃないのっていう風にそのまんま入ってくるんですよね。それが何なのかっていうことももうちょっと引き出していくんですけど、このカードから伝わってくるのが、あなたが推し活をし続けていくことによってより自分に自信持てる、自分らしくいていいんだって思える。例えば前にあなたってこうだよねって人から言われたりとか、こういうところを直した方がいいんじゃないかって自分で思っていたことに関しても、いやその欠点すらいいんだっていうふうに良い面として見ることができる、受け入れられる、自分自身を受け入れることがよりしやすくなるんじゃないかなっていうことで、そうなることによってあなたのこれからの人生において豊かさとか引き寄せとか成功とか、そういうことが待っているんじゃないかで、プラスそれはお日様に関わるようなことなんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ではここでエンジェルアンサーカードを使って進展ありますかって全体的な意味で答えをもらっていきます。はい、進展ありますかっていうことで、こちらのカードです。そうですね、考え直しましょうっ
っていうのが入ってきました。考え直す、それはやり方を変えるということなのか、進展するっていうこと自体をまずもう一度改めて考えてみてねっていうことなのか、まずはタロットを出してみていきましょう。まずはファンとしてはどう思っていますかって、お日様があなたと自分の活動の範囲内としての関係性をどう構築したいと思っているのかとか、どういうふうにあなたを見ているのかっていうことで展開していった後に、恋愛対象としてはっていうふうな形で、2回出していきます。はい、こちらでもらっていきましょう。まずはファンと推しという関係性ではどう見てくださってるのかなっていうふうに見ると、認識しているよっていうふうに出てきています。はい、ただその推し活として、推しとファンとしてっていう関係性上ですごく相性はいいんだけれど、推し様のその活動が一時停止するだったりとか、自分に返ってくるもの、あなた自身に返ってくるリターンが少ないとかっていうような近未来っていうのが出てるので、一旦推し活としては推しのことはね変わらず応援してるんだけれど、例えばライブのチケットが外れるとか、会えるって思っていたのに会えなかったりとか、推しが急停止というか、活動をちょっと一旦お休みしますみたいな感じでお休み挟みますよとか、そういうことがあって、いつもこう配信見ていたりとか応援したりとか姿見えていたんだけど、一時期見えなくなるような瞬間が出てくるかもねっていうのが入ってくるんですね。だけれども決してそこでもう絶対に会えないんだとか無理なんだっていうふうに思わずに信じておいてくださいと。ここにカップの7番が入ってるから、いろんなこと考えてしまったりとか、つなれ人も入ってるので、なかなか結果が出なくてもどかしいとか、自分の思いを伝えたいのになかなか伝わらないとか、推しから思ったような反応が期待していた通りに返ってこないっていうふうに思いやすいような近未来っていうのが出てくるんですね。でもそれはぐっとここで今耐え時っていう風に入ってるので、耐えればそこから抜け出して、迷路から抜け出すかのように抜け出して、その後はすっきりしたような流れになっていくから、停滞期みたいなものが入ってくるかもしれないっていうのが、ちょっと耐える時かなっていうのが入ってくるので、なんかこうぐっとこらえるような瞬間が出てくるんじゃないかなとは思うですね。あとは気をつけるべきこととしては、推し活する上にあたって噂話っていうのが入ってきます。このつなれ人のところでは噂話に要注意っていうのがちょっと今伝わってきますね。推し活としてはありもしないような、事実ではないようなことが拡散されていったりとかすることによって、自分自身の心がかき乱されたりとか、そうですね、誤情報とか噂とかそういうことがちょっと気になるかなと思います。その中で自分の心の中で大事だなと思うものを、しっかりと掴み取っておいてくださいねっていうメッセージが入っていました。少し心が揺れるようなこと、例えば推しに関しての噂話で真実じゃないのに拡散されていってしまうようなことに対して自分で不安になってしまったりとか、でもよく見たら真実はそうではないんじゃないかなっていうふうに気づけるはずだよっていうメッセージが入っています。では恋愛としてはどうなのかなって、恋愛関係としてはどうなんだろうっていうふうに見ていくと、恋愛関係ありなんじゃないかなっていう風に出てきています。カップのエース、カップのナイト、ペンタクルのキング、そしてペンタクルページっていう風に出てきていて、ただし形となるまでがどうかな、伝わってくるのが恋愛関係になった時に監視されるっていうのが入ってきます。ちょっとカードの意味合いからずれていっ
ってしまうところもあるんですけど、何に監視されるのかなって、なんかこう圧力がかかるっていう感じですね。だからダメになるとかではないんですけど、恋愛関係になる可能性があって、恋愛関係になるまでに監視の中恋愛関係を育むのか、なんかこうね、なんでしょうね、このお医者様なのでやっぱりこう表舞台に立つ方だから、例えば事務所からの監視がかかるとか、その2人で会うにしても必ずそのすぐ近くにその事務所の方がいらっしゃったりとか、近くまで送迎があったりとか、身を隠すとか、または外部からの圧っていうことで周りの人に知られないようにとか、何かこう乱れているような視線っていうのを感じるんですね。常に視線を気にしていかなければいけないとか、そういう乱れているなっていうのを感じます。だから気をつけてほしいところとしては、やっぱりこう恋愛関係になった時に乱れないように工夫することとか、SNS とかに上げないこと、たとえそのお日様の姿を映さなかったとしても匂わせ的なようなことはしないで秘めておくのがいい。でもこのお二人の相性としては出ちゃうんですよね。にじみ出ちゃうんですよ。喜びとか嬉しさとか、やっぱりそういうのがどこかしらこうほんのりと出てきてしまっていて、それをキャッチするような鋭い人が周りにいるから、やっぱり外部の目線は注意かなとは思います。ただじゃあ恋愛関係になれないんですかとかって言ったら、逆になれる可能性の方が高いので、やはりこのスターの方との恋愛関係なので、一筋縄ではいかないことがあるかもしれないんだけれども、相性としてはすごく良くて、お互いがこう大事だなって思ってること、相手を大切に思う気持ちだったりとか、共感するところとかっていうのは似てるものを持ってるので、通じ合えるものがある、相性がいいなっていうふうに思えると思うんですね。趣味が似ているとか、食の好みが似ていたりとかするんじゃないかなって思うんです。今現段階で感じてるんじゃないかなって、なんか自分がいいなって思ってるものを推しもいいなって言ってるんだよねとか、そういう感覚がもうすでに芽生えているんじゃないかなとは思います。で、あとは恋愛関係にどう持ち込んでいくのかっていうことも、やっぱりこの監視の中ね、どう進めていくのかっていうのも割と重要なポイントになってくるかなとは思うんですが、喜びでつながり合えるっていうのが入ってきてはいるんだけれども、やっぱり考え直してっていうカードが全体的に入ってきてるので、一旦そのプラン見直してみてっていう風に入ってきてるんですね。だから慎重に物事を進めていく、時には軌道修正する心構えを持っていかれるといいんじゃないかなと思います。それは恋愛関係においてもそうだし、ファンと推しとしての間柄としても、予期しなかったことによって一旦止まっちゃうようなこととか、心が揺れるようなことが出てくるかもしれないから、そういう時は一旦冷静になって落ち着いて物事を捉えてみてっていうアドバイスカード、アンサーカードが入ってきていました。そしてあとはですね、なんか恋愛関係にじゃあどうやって何のタイミングでなっていくのっていうふうに見ていった場合に、やっぱりこれはね、推しからの延長線っていう風に入ってきてるので、推し活を続けていく中で一つの例としては、認知されて認知から特別な存在とお日様の中でね、心の中でなっていって、それを表に出すかどうかはちょっとわからないんですが、お日様の心の中で確実に特別な存在となって、課題とか停滞とかそういうのを乗り越えて長くその関係性を構築していった先に、お日様からのアプローチっていう可能性が強いかなと思いました。ただすごく慎重です。だから派手に動いてくるとか、ファンサしてくるとか、みんなの見てる前でアプローチしてくるっていうわけじゃないです。隠れてっていう感じ、隠れてというか見えない形で、あなたにしかわからないようにアプローチしてきて恋愛関係に発展していくような流れです。そうして恋愛関係になっていく。ただ紆余曲折はやっぱりあるので、このファンと推しの関係性から恋愛関係ってところに持っていくまでは、やっぱり揺れたりするようなことは出てくるのかなとは思います。はい。ただし恋愛関係としての相性はすごくいいよっていう風に入ってきていたので、そのように見ていただけたらなと思いました。そうですね、あなたのイメージする恋愛という形ではなくて、また違う絆や特別なつながりとして
現れてくるかもしれないですね。そういう意味では新鮮な形かもしれないです。価値観が変わるとか、またイメージしていた恋愛関係ではないかもしれないです。今まで自分が経験してきたような恋愛関係ではなくて、表舞台に立つ有名人の方と恋愛関係になるっていうのはこういうことなんだっていうことを体験するような恋愛になるかもしれない。そういう意味で価値観が変わるような恋愛になるかもしれません。そしてお日様と一緒に過ごすイベントとかを大切にする、一つ一つ大切にする、推しのインスタライブだったりとか、お日様のライブとかお日様の活動においてなるべく一緒にいられるように、ただし無理はしないように、自分の生活第一にして無理をしない範囲でなるべく時を重ねていく。そうする中であなたの存在っていうのが徐々に伝わっていくっていうのがカードから伝わってきています。自分らしさを大切にしていってください。作り込まれたものではなく、本来のあなた自身の魅力がお日様に伝わる時がやってきます。自分の気持ちをクリアにすることが大切。迷ったり迷路とか霧の中に迷い込んだなって思えば思うほど、自分の本当のところどこなんだっけっていうところに立ち返って何度も繰り返しイメージしてみてください。お日様との関係を進展させたいともし願うのであれば、自分の本音に素直になること、そして自分の思いとお日様の思いを尊重しつつ、お相手お日様の気持ちや状況を大切に考えていきましょう。進展があった時は焦らず一歩ずつ関係性を築いていくことが鍵となります。そしてやはり恋愛関係になる可能性が高いということと、あなたがもし望むのであれば、そして良いタイミングで物事がカチッとはまるのであれば、関係性になっていくのは大いに十分に可能性はあるので、なのでぜひあなたがどのように願うのかとか、どのように進めていくのかにもよって変わってはくるんですが、相性としてはいいよということと、丁寧に育んでいくこと、周りからの圧視線っていうのは注意が必要だなっていうのは出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。マグネットっていうカードで引き寄せるっていうカードですね。こちらも一緒にねもらっていきましょう。あと性の解放っていうのもあるので、体のつながりとか、単に心の通い合わせだけではなくて、価値観を共有するだけではなくて、体の結びつきによって生まれるものっていうのも、そこから感じ取られるものっていうのも、これから大切にしていってほしいって、どこかで体を重ねること自体があなたの中で難しいんじゃないかなとか、自信がないなって思っているようなところがあるのかもしれないけど、そこを突破する時だよっていうのもメッセージとして入っているんですね。まずこちらのマグネットからのメッセージっていうのが、お日様があなたの日々にどれだけの喜びと彩りを与えてきてくれてるのかっていうのを十分あなたは感じ取っているんじゃないかなっていうことですね。あなたの望むものを引き寄せるものということで、マグネット、磁石のカードです。今のあなたは自分が求めるものを自然と引き寄せる力を持っていると思います。好きなことに夢中になるとき、私たちの心はとてもポジティブなエネルギーを発しています。それがまるで磁石のように願いを引き寄せる力を強めてくれているんです。例えば推しのライブに参加したり、グッズを手に入れたりするその瞬間、それはあなたが願って行動してきた結果の表れです。それを手にした喜びをしっかりと今感じ取りましょう。次に願いを思い描く時間を作ってください。推し活の素晴らしいところというのは、楽しみが常に更新されていくということです。次に何を望むのか、自分の心に問いかけてみましょう。もし何の制限もなくどんな未来でも手に入れられるとしたら、あなたの理想の推し活はどんな形になるでしょうか。そして推しとの距離を感じる瞬間について考えてみましょう。推しに感謝を届ける方法を考えてください。ファンレターや SNS での応援のメッセージが思わぬ形で推し様の心に届くかもしれません。そして推し活の仲間を増やしていくことをやってみましょう。同じ熱量を持った仲間とつながることで、推し活の楽しさは何倍にも広がっていきます。オンラインのコミュニティやイベントで新しい友人、つながりを見つけるのも吉です。そして推し様に会える未来を思い描いてください。
直接会えるライブやイベントの日を目標に楽しみを膨らませていきましょう。きっとその待ってる時間も輝きにつながっていきます。今自分は引き寄せる力、エネルギーがあるんだっていうことを信じて、その引き寄せっていうのは困難を乗り越える力となって、お日様に会える時間、タイミングをつなげてくれる、引き寄せてくれるでしょう。あなたの心が癒されて、明日も頑張ろうっていう気持ち、力が湧いてくる。それがそのお日様があなたに与えているエネルギーなんだよっていうことをカードが伝えてきてくれています。どうぞこのお日様のメッセージを受け取っていただいて、これからの推し活もっともっと豊かなものにしていってください。成功っていうカードも出ていましたので、あなたにとって成功が次々と引き寄せられるような、そんな未来を思い描いてください。今ブロックにかかっていることっていうのも軌道修正していけば成功の道へ修正直していけるので、一回失敗してもう完全にダメなんだっていう風に諦めてしまうのではなくて、何度でも引き寄せていけることができるんだっていう風に感じてください。で、心がざわざわした時は推しのことを考えて落ち着いてください。多分推し様が落ち着きの効果を与えてくれるようなお人柄だと思うんですよ。お日様の話を聞いてるだけで冷静になれるとかだと思うので、その推しのことを考えるとざわざわしているものがスッとクリアになっていくと思います。ぜひこれをやってみてください。今回は推し活シリーズ、お日様から見たあなたの印象とか、これから発展しますかっていうことについて詳しく見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。推し活シリーズ、お日様から見たあなたの印象をどう思っているのか、ファンとしてどう見ているのか、恋愛対象としてはどうか、進展はあるのかっていうことについて見ていきました。はい、推し活っていう言葉がね、もう主流になってきていまして、皆さんそれぞれ推しという存在がもうほぼほぼの人いらっしゃるっていうアンケート結果が出ているそうなんですね。それぐらい推しっていうのは身近な存在というか身近な言葉であって、自分たちの心を潤してくれる存在として、いるんだっていうふうに今ね、そういうふうにほぼ9割以上の方がそういうふうに感じてるんだっていうふうなアンケート結果が出ているような世の中でございます。なので皆さんの中にもやっぱり元気をもらえるような存在とか、推しっていうふうにも言われているような存在が心の中にいらっしゃると思うんですよね。でその方とこれからどうやって応援していけばいいんだろうとか、どうやって仲良くなっていけるんだろうとか、より楽しい推し活をしていけるためにって、より健全な推し活していけるためにっていうことで、それを目当てとしてこのシリーズ取り上げさせていただいています。で結構この私のチャンネルでも検索として上位の方に上がってくるぐらい人気のコンテンツで推しっていうワードが、なのでそれぐらい皆さんの中で心の中に生きている存在がいらっしゃるっていうことがすごく伝わってきています。いろんな形があっていいと思います。はい、では今回はプチ3択占いでラッキーカラーを出していきましょう。お好きなもの1枚お選びください。今回カラーカード使用しましたので、アフタートークでもカラーカードからラッキーカラーもらっていきます。その推しというのがね、人ではなくて、例えば動物とかだったりとかする場合もありますよね。植物だったりとか、または自然だったりとか、人によって対象が幅広くあるのでね、それもまた素敵だなと思っています。はい、では左、真ん中、右と今回プチ3択占いでラッキーカラー出しています。お好きなもの直感で一つお選びください。では左からまた見ていきましょう。左をお選びいただいた方、ラッキーカラーはグレーです。体をスキャンする方法を学ぶというメッセージが入っています。はい、まず
グレーっていうのをラッキーカラーに取り入れてください。そしてグレーを取り入れると落ち着きさを身につけると言いますか、取り戻すと言いますか、より一層プラスに落ち着いた心を加えることができますので、慌ただしいなとかざわざわしてるなとか心が落ち着かないっていう時はぜひグレーを身につけてください。なんかそうすると心がリラックスできて、何かねはっきりと決めなくてもいいんだとか、イエスノーだけじゃないんだとか、ゆるっとやっても大丈夫だとか、自分らしくいてもいいんだとか、誰かに合わせる必要ないんだっていう風に思えると思いますので、今のあなたにはそれが必要なメッセージなのかもしれないよっていう風に入ってきています。また周りと自分を比べることなくね、自分は自分なんだって、自分でいいんだよっていう風に、そして境目も作ることなく、自分と周りは絶対違うから周りは認められないとかではなくて、自分はこうだけど周りはこうであって、お互いそれはそれでいいよね、素晴らしいよねっていうところに持っていけたらいいのかなっていう、そういうメッセージでもあるかなと思いました。そう今ピンと入ってきました。では次、真ん中をお選びいただいた方です。シルバーです。グレーとは違って銀ですね。シルバーのものを身につける、例えばアクセサリーだったりとか、ちょっとキラキラってしてるものですので、ネイルに取り入れてみたりとか、小物に取り入れたりするのもいいでしょう。粘り強くやり遂げましょうっていうメッセージが入っています。今一つのことに集中してそれをずっと継続すること、推し活じゃなくてもいいと思うんですよ。例えば食生活のことだったりとか、乱れていた生活を直そうとか、お仕事に対して目標があって、それに対してまずは3ヶ月間頑張ってみようとか、1年間やってみよう、取り組んでみようとか、新しく始めたことに関してもすぐにやめようって思わずに、まずは続けてみよう。少しのこと、小さなことでもいいから、好きな人に挨拶することを1ヶ月繰り返してみようっていうことでもいいし、小さなことから少しずつ長い期間かけて取り組んでみてねって、そういうメッセージがあります。今心折れずに諦めずにっていう風なメッセージが入ってきているので、あなたが今何かに対して諦めようかなとかダメなのかなっていう風に思いかけているのかもしれない。だからこのメッセージが入ってきているのかもしれません。長くやってみてって、そしたら何かしらの結果とか実りとか学びがそこで生まれてくると思うから、それをゲット手にしてから、じゃあ次どうしようかな、やめようかなとか続けようかなっていう風に決めてもいいよっていうメッセージが入ってきていました。そして右をお選びいただいた方です。アクアです。アクアブルー。こちらは落ち着きを体験するっていうメッセージがあります。平穏、穏やかさですね。今揺れている方、あと疲れている方かなと思いました。疲れを今取り除く時ですよっていうのが出てきてますね。アクアブルーを取り入れて、アクアブルーっていうと水色に近い色、海の色とか水の色だったりとか、そのアクアブルーですね、今出てきているこの色だと思うので、それを取り入れることもいいですし、ブルーって言っても様々なブルーがあるので、ターコイズブルーって言えばターコイズにも見えるし、水色って言ったら水色にも見えるし、でもアクアブルーだよっていう風に言われてるので、アクアブルーっていうね、あなたのイメージのアクアブルーでもいいし、実際に検索してみて、アクアブルーってこういう色ですよっていうのを見て、それをそのまま取り入れてもいいし、あとはここに波の色が出てきているので、海を見に行ったりとか、動画で見たりとかしてもいいと思います。穏やかにっていう風にあるので、イメージとしてはそのハワイとかのね、その暖かい沖縄とか暖かいところの海の揺れている波のイメージを持たれるといいのかなと思います。で、夕日のサンセットではなくて、日中の穏やかな、昼の太陽の光が降り注いでいる中の穏やかな、そして目を閉じてイメージするんです。あなたは横になっていて、砂浜で腰を下ろしていて、穏やかな昼下がりの中、太陽の光を優しく浴びながらね、帽子をかぶって遠くの海を見つめていて、海の音を聞きながら癒されている、そんな空間、そんな時間が今必要なんじゃないかって、今多分スッとねイメージに入ってきたと思うんですよ。それぐらい心の中今疲れていませんかって、何かに追われていて、早くこれ仕上げなきゃとか、期限守らなきゃとか、約束とか追われている、これしなきゃ、こうしなきゃ、ああしなきゃっていうことで、そこであなたの意志が固まってしまっているところありませんかって、何かにとらわれてしまっているあまりに視野が狭くなってしまっているとか、心の余裕がなくなっている。そしてそうなるとどうなるのかって言ったら、生活が乱れるんですよ。なので
平穏落ち着きを取り戻すといいますか、体験することを一回挟んでみてって、体験するっていう言葉が入ってるので、取り戻すのではなくて体験なんですよ。新しい体験なので、だから海に行ってみるとか、例えばプールに行ってみるとか、泳いでみるとか、水を感じられるような場所、入浴してちょっと1時間ね半身浴しながら、たまにちょっと贅沢に入浴剤おしゃれなやつ入れてゆっくりしてみようかなって、そういうことでもいいと思うんですよ。それを体験してっていう風に言われてるので、ぜひ体験してみてください。アクアなのでね、水ですねがいいと思います。ぜひそれを取り入れて、今新しい何か体験肌で感じてみてっていうことです。そこから生まれてくる心の感じ、自分がどう感じたのかってことをよく感じてみてって、そういうメッセージが込められていました。ぜひこれも参考にしてください。で、ラッキーカラーそれぞれ出していきました。グレー、シルバー、アクアブルーと出ていましたので、ぜひ取り入れてください。皆様の推し活がより一層楽しく、そして安定したものになっていきますように応援しています。ではこれからも様々なテーマを取り上げていきながら動画を投稿を続けていきますので、ぜひいいなと思っていただけましたら高評価やコメント、そしてチャンネル登録まだだよっていう方はぜひしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。